それがその2003年にやっぱり世界で認められるということは、今ご説明いただいたようなそのポイントがきちっとその世界のマスターブレンダーにも認知されたということになるわけですよね。そうですね。強い個性が突出するわけじゃないけど、というところでの評価、それからもう一つはウイスキーっていうのは樽で寝かす、時間をかけて熟成させるってことに最大の価値があると、そういう意味でそのお酒の熟成感ってどういうもんだっていうのは、それはものすごく問われる部分で、そこで言ったらばずっと樽にこだわりとか、貯蔵熟成にものすごく実は手をかけて酒を育てるということをしてきた、それが私は評価の非常に技術的な面のというか対象になってるんだと思います。で今樽っていうお話があります。日本のそのジャパニーズウイスキーは、その海外で樽って言われると基本的に素材はどんなものが使われるんでしたか？圧倒的にアメリカのホワイトオークというのが樽として、材として使われるんですけど、で伝統的に一部はスペインでシェリーダルっていうのを作られて、イギリスはそのスペインからシェリーダルをたくさん輸入してましたから、歴史的にそのシェリーダルで寝かしたウイスキー、いわゆるスペインのオークで樽を作られて、それが非常に2つの大きなウイスキーを熟成させる道具であった。日本の場合は水ならという新しい素材が初めて世界で登場するわけですよね。そうですね。でもちろん熟成用の樽っていうのは海外から輸入するということで、一部はそれでスタートしてるはずですけれども、もう1940年代ぐらいに国産のっていうか日本の中に生えてる木でもって樽を作るということにこだわってきた。でその中でいわゆるホワイトオークですとか、ああいうものとよく似た性質の木として日本にはミズナラという木があるんだ。当時はミズナラだけじゃなくて、ナラの木の中のどんぐりを作るような、それいろんなものを試して、でウイスキーを寝かしていく中でだんだんミズナラがいいなということで収束してきたんだと思いますけど、本当は当時のブレンダーとしても、シェリダーとか、アメリカのホワイトオークでできた樽がこれが本格本物でベストだと思ってたと思うんです。やむなく日本の木材でも樽を作る。それは本当にやむなくだったのかもしれないですけど、でも今となってみたら、まさにそれが日本なんだ、独特の香り、味わいを与える。それはウイスキーメーカーが樽を作るっていうことにもこだわってきたから、初めてそういうことになったんだというふうには私は理解してますけど。